どうも B スパイスインクです。今回はココナッツミルクをベースにした鶏ひき肉を使ったキーマカレーです。ココナッツミルクと鶏肉の旨味とコクのあるカレーにカルダモンや青唐辛子、ミントも加えてさっぱりした風味もあります。カイエンペッパーに加えて青唐辛子も入っているのでかなりスパイシーにもなっていると思います。辛いもの好きの人にぜひおすすめしたいです。では早速調理ですが、まずは野菜の下ごしらえから。玉ねぎをみじん切りにして、青唐辛子はヘタを取って輪切りにします。青唐辛子の辛い部分は白い綿の部分なので、辛いのがどうしても苦手な方は縦に裂いて綿を取り除いたり、青唐辛子を抜いても大丈夫です。下ごしらえが終わったらフライパンに油をひいてホールスパイスをテンパリングしていきます。今回使うホールスパイスはマスタードシード。油の中で加熱しながらじっくり火を通していきます。だんだんと黒くなってきてパチパチと弾けてきたらいい感じです。弾けるのが落ち着いてきたぐらいでみじん切りにした玉ねぎを加えます。そしたら玉ねぎ全体に油を回して玉ねぎが飴色になるまでじっくり炒めていきます。弱火であまり触らないで放置しながらで大丈夫です。玉ねぎが色づいてきたらすりおろしたニンニクと生姜を加えます。青臭い香りが消えるぐらいまで炒めます。次にトマト缶を加えます。トマトにはクエン酸の酸味があるので高温の油で炒めて酸味を和らげます。しっかりと炒まってトマトの水分がなくなってきたら OK なので一度火を切って温度を下げます。そしたらここでパウダースパイスを加えます。今回使うパウダースパイスはコリアンダー、クミン、カルダモン、カイエンペッパー、シナモン、オールスパイスです。それと一緒に塩も加えて弱火をつけます。全体の粉気がなくなるまでしっかりと混ぜながらパウダースパイスを焦げないように加熱します。粉気がなくなってパウダースパイスのいい香りがしてきたら鶏ミンチを加えます。今回は鶏ももを粗ミンチにしたものを使っていますが、一般的な鶏胸のミンチで大丈夫です。お店では鶏もものミンチ2種類と鶏胸のミンチを混ぜて使っていました。ミンチの表面が白っぽくなってきたら青唐辛子を加えます。さっと混ぜるぐらいで大丈夫です。そしたらここに水を加えて煮込んでいきます。水をだしにすると辛みが少しマイルドになって旨味も増します。水の方がスパイシーさをより際立つのでお好みでアレンジするといいと思います。ココナッツミルクも加えます。全体を混ぜたら一度沸騰させます。沸騰したら弱火で8分ほど煮込みます。煮込み終わったら味見をして物足りなければ塩で調味して完成です。盛り付け用のミントを刻んでおきます。今回は細かめに刻みました。あとはお皿に盛り付けていきます。ミントは爽やかで清涼感のあるいい香りですが、香りが強いので少量で大丈夫です。ブラックペッパーと中東のミックススパイスデュカを振りかけて完成です。いただきます。今回のキーマカレーも美味しくできました。
辛口に仕上がってますが、そのスパイシーさがココナッツミルクの甘さと相まってめちゃくちゃ美味しいです。ミントの清涼感もふわっと香ってきていいアクセントになっています。なかなか辛いので汗かきながら食べてます。残り少ない夏もカレーを食べてスパイス摂取して乗り切りましょう。よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。